はやっぱ130年やってて、これから100年やっていくにあたってあるうちの一本の筋のルールを守りながら変えずに変えていくっていうことをしっかりやっていくっていうところがこだわりですよね。100年後に全然違う寿司になってたらやっぱダメだと思うんで。初代はね、明治22年創業してる。屋台でやってた時はまだ蛇の目寿司っていう感じで、関東大震災、日本橋のお菓子が壊滅しちゃうんだけど、はい、その時に近くにこう屋台じゃない店舗を持つんだよね。その時ののれんを見ると蛇の市ってものれんがついてるから、どっかで蛇の市になったんですよ。名前が一太郎って言った、はい、そうそう。で一番の一で一太郎で蛇の目の一ちゃん、それを志賀直哉さんが蛇の市でつけてくれたの。分かってるのは、うちは両国にあった蛇の目寿司で修行をして独立したんで、蛇の目寿司の一太郎だったんだよね。でその流れは新富町にもう一つ蛇の目さんっていうのがあって、それコロナの時に辞めちゃったんだけど、今その両国の蛇の目寿司の流れはうちだけ。生醤ください。生醤、はい、はい、生醤お願いします。最初ちょっと握りをいただく前になんかおつまみを2品ぐらいつまみたいんですけど、煮たこ、それと甘エビの古酒漬け、これ日本酒の古酒で漬けたやつです。上がエビ味噌で、これがマスの慣れ寿司、麹で漬けたやつ。ちゃんと食感は残してる感じですね。味の染み加減も程よい。それね、エビ味噌、味噌とエビ味噌混ぜてある酒のつまみなんで、ちょっと結構濃いめなやつね。いや最高っすね。うまい。ビールが進むわ。なんか養殖してるマスで富士山の伏流水を使って養殖してて、抗生物質を使わないで虫がいないとかそういうやつなんだけど、それを酒麹、でつけて、油の乗りもちょうどいいですね。めちゃくちゃうまいこれ。お昼の、お任せもあるし、夜のお任せもある。昼は6貫8貫、10貫13貫だったかな、でね、2000円台から、8000円と消費税ぐらいかな、はい、いう感じでお昼があって、夜は、ちょっと最初におつまみがついて、お椀と、最後にちょっと甘いものがついて、で10貫、13貫とかあって8800円と1万円ぐらいじゃないですか。今日はお昼に来てるので、もう握りの一番の13貫8800円のやつ、はい、よろしくお願いします。はい、すっきり切れ味のシャープなガリ。ヒラメの昆布汁、一番は本当にさっとでしっかり赤シャリですね、このちょっとプリッと感が美味しいですね。マダイです。うまっ。これは昆布じゃないですもんね。これは昆布じゃない、だからよりなんかブリブリ感が感じられて美味しいです。カンパチ、九州の方ですか。鹿児島、これも食感がある、
白いか包丁入れてたの見てるんでエモいですわ美しいですね、このカノコがうまい。厚みがありますね、イカも。厚く切ってやっぱりこう傷いっぱい入れた方がこう、まあ、甘みが出るから。冷蔵技術とか、魚のそういう保存技術、まあ仕立て方みたいな、あと輸送の技術とか、それによってやっぱ使える魚種は相当増えてますよね、当時から。めちゃめちゃ増えたでしょ。そうですよね、まず一番大きいのが輸送だよね。輸送、だって白イカとかさ、あんまり前そんななかったもんね。ヤリイカとスミイカとスルメかアオリ、ここ10年とかそんぐらいでよく使うようになって美味しいなとか思ってるんだけど、なんとも艶めかしい中トロ。板に直置きっていうのがいいですね。またこれ木じゃなくて漆っていうのもまたなんかかっこいいというか、漆はね結構抗菌効果が高くてうまい。蛇の市のシャリのなんていうか流れっていうのはなんかあるんですか、特徴は。同じものをずっと作り続けるのって無理で、もちろん明治時代の米も違うし塩も違うし全部が違うんだよね。だからその代それぞれでルールはあるんだけど、砂糖は使わないとか、そういう赤字で作るよとかそういうルールはあるんだけど、その中でその時俺が今選択している米とうちの親父が選択している米は違ってて、で塩も違ってて、でだけど蛇の市のお客さんが食べても、あ、これは蛇の市の寿司だなっていうのが分かるような、変えずに変えていくっていう、変えないように変えていくっていう、それの連続、じゃないとこう物がなくなった時にできなくなっちゃうんで、100年続くっていうのは多分そういう変えないように変えていく作業の連続っていうか、そんなようなイメージ。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。赤身です。ザ赤身の色、うまそう。うまい。柔らかくて美味しいな。でももともと初期はマグロはもうトロよりも赤身の方が貴重というか、やっぱり冷蔵庫がない時代はトロのところだけ色変わりも早いし、匂いが出てきちゃうんだ。直接当てると身が傷んじゃうんで、必ず昔からさらしを、ちょっと当てるっていう感じで。料理酒とはい、自家製これはちょっと辛口の。握り寿司の時のその誕生した江戸時代とかは基本的には漬けといえば赤身だと思うですよね。だけど多分江戸っ子って基本的にケチなんで中トロ捨ててたとも思えないんだよね。だからそれをこうやってうちなんかは漬けにして、中トロ漬けにしてお客さんに出せる時は出して、でちょっともうあれかなと思うと焼いて食ったりとかしてたっていう。
中トロの作付けは蛇の市の歴史でいうと何代目からとかってなんかそういうのってあるんですか？これはね初代からあ、初代からあるんだ。ずっと、さっきも言ったようにさ色変わりしちゃうんではい。ちょっとごまかすっつうのかな、漬けにして弟さん美味しいっす。すごいなんかちょっとバター感出てくるというか、そうですね、油が、漬けにすることによって甘みが出たりとか、江戸前のシャリは赤酢で、うん塩と酢のみ、要は砂糖を使わないっていうのはなんとなくそのはびこってるじゃないですか、これはなんで塩とお酢なんですか？これはね、多分我々が創業した当時は、明治時代、おそらく江戸時代からの流れをそのまままだ組んでるような時代だと思うんだけど、その当時はまず赤酢が安かった、で江戸の人たちはみんな赤酢使ってたんだよね、安かったんで。それから砂糖が高かった。例えば米津だとやっぱりこうとんがってるんで少しマイルドにするためにやっぱこうだしだとか砂糖だとかそういうのが必要だったんだけど、赤酢はなんつうのかな、こうコクが強かったんで、塩と赤酢だけで結構まとまったんだよね、うまみが強いんで。一番の理由はまず酢が安かった、赤酢が安かったことと砂糖が高かったっていうのがまず一番の理由だと思う。でも結果的に今の現代でいうと、赤寿司ありイコールもはや高級みたいな、高級店の証みたいな感じもありますよね。寿司屋にもね昔もいろいろあったんだけど、我々はもう所詮屋台の出なんで、もう庶民の人たちがもう気軽に食えるような、あれなんで、そんなやっぱり砂糖をがっつり使ってると高いんだよね、そうしたらね。そうじゃなくてもう赤酢と塩でみんな働いた人たちがこうね汗かいて、で帰り際にちょっとこうパクって食べるときに少しぐらいしょっぱいぐらいの、シャリの方が受け入れられてた感じなのかな。これね、うちに残ってる一番古いのれんで、多分100年ぐらい前の時ののれんだと思うんだけど、もったいないんで合奏してきました。浮世絵なんか見るとやっぱり赤貝書いてあるんで、多分取れてたんだと思うんだよね、昔から。立派な赤貝だな、綺麗。身が厚いですね。平らかい。シャキッと感が触っただけでわかる。うまっ。いいですね。でもこのマグロの後に貝が2貫続くっていう。お昼はやっぱりビジネスマン、夜も多いか、あとやっぱ三越とかあるんで、買い物の人も来るし、家族も来るし、いろいろ、本当に町寿司なんで、いろいろ。お子さん連れてくる人も大歓迎なんで、お子さん連れの人は個室がやっぱり気にしないで食べれるからいいかなみたいな。アジです。なんで今日はこのカノコなんですか？今日でかいから。でかいから。なるべくこう一緒にほぐれてほしいんで。ブリブリですね。フレッシュで美味しい。そうだよ。美しい。皮目はちょっとまだプリッとしてて、身質の方がちょっととろっと感が出てくるというか、なんかこうふわっとした感じで、でさっと甘酢につけて、最初塩当ててそう湯しもして最後甘酢くぐらせる、昔から100年前150年前200年前も基本的にやっぱ硬いシャリだったんですかね、昔の江戸前寿司って。多分そうだと思うし、シャリってご飯じゃないじゃない。ご飯と寿司飯はやっぱり違くて、柔らかいご飯にこう酢をコーティングするわけなんだけど、そうするとやっぱどうしてもべちょべちょになりがちになるんで、かつ関西の押し寿司なんかとは江戸前寿司と違うんで、やっぱり握った時にこうぐちゃっとしたの嫌なんで、たどり着いた先がこの硬さだとか
だと思うんだよね。硬いちょっと硬めのシャリにこう酢をコーティングさせて握るっていう、僕はお寿司の一番の根本的な寿司たる構成要素はお酢だと思ってるんですよ。だけどお酢の存在感ってすごい偉大というか、お酢なくして江戸前寿司はなかった、発酵してたわけでしょ、はい、それまでは。昔はそう江戸時代なんかもさ、今もそうだけど安い早いうまいみたいなのが人気で、早いっていうのがすごい重要で、もともとほら酸っぱい魚だったわけだからお寿司なんで、それを酢を使って酸っぱくしたいっていうのが一番のポイントだと思う、ね、酢なくして江戸前寿司はない。岡田はちょっとだけおぼろをかわします。おぼろは何のおぼろ？芝エビ。200年前にできた時ものやっぱり最初のネタの一つではある。絶対だろうね。やっぱり江戸前寿司といえば小肌なんじゃない？でも寿司以外で本当食べない魚ですよね、基本。煮てダメ焼いてダメって言われてたのが、そうやっぱこれで寿司になって初めて受け入れられたっていうかね。でもこれがやっぱり江戸前寿司人気になった秘訣だっていうか、最初に開発した人がすごいですよね。これを食べてみようと思ってこの仕込み方をいっぱい取れたんだよね。そういうことですよね。もうできっとさ、ほらさっきもちょっと話したけどさ、天ぷらなんかさとかみんないろんなことをやってみて残ったのが寿司なんだって、でキス屋なんかもさ、昔の文献見るとさ、今も使うけどやっぱ江戸前の寿司なんか昔結構キス使ってるんで、はい、でもやっぱりいろいろこう一周回って天ぷらで一番残ってるっていう、多分天ぷらが一番あったっていうかさ、使い勝手的にやっぱりその先人たちがいろいろ試したものの中の傑作がこう受け継がれていってるってことですよね。でももう成熟してますよね。してる、新しく手加えることってそんなに多くはないんだけど、新しくやってみたかなと思ったら誰かやってたりとかするような、あれなんだろうけど、でもまあそれを常にやっぱりなんていうのかな、それに甘えないでなんかこうよくしてこうよくしてこうっていう作業が、さっきの話じゃないけど変えずに変えていこうっていう作業が江戸前寿司に一番大事なことなんじゃないのかなと思う、俺は。だから変わってないように見えてちょっとだけこうアップグレードはされ続けてるみたいな、もっと美味しくなっていくっていう。やっぱり100年前の寿司よりもさ、今の寿司の方が美味しくありたいじゃない、エビのこれ仕立て方は茹でて茹で置きでさっと甘酢にくぐらせて、これもやっぱりおぼろを少しかまして、酢を通すっていうのはどういう意図効能がある？昔はおそらく殺菌っていう意味が一番大きかったと思うんだよね。はい、うますぎるわ。甘酢の甘酸っぱさとおぼろの甘さとエビのうまみとこのちょっと塩っ気のあるシャリ、やっぱ完成度高いっすね。お寿司はなんですか、やっぱりバランスが一番重要で、甘い辛い甘辛酸っぱみたいな、そういうのがこううまく混ざった時にうまいなみたいな、ただ魚が乗っかってるお刺身ご飯じゃなくて、寿司になるっていうかさ、次出てくる煮詰めとかもそうだけど、こうやっぱり甘いのとこのシャリの酸っぱいのとわさびと、ただこの限られたこの材料の中でバランスを取っていくっていう。シャコです。さっきしっかり汁をに含ませてたシャコですね。うますぎるんだけどシャコ。これね、好みなんだけど、こうメスってこう卵が持ち味じゃない、はい、ちょっとモソモソっとした時もある、はい、ボソっちゃう。握りだとちょっとモソモソ感が出ちゃうのかなと思ってオスのシャコを、使ってんだよね。ちょっとジャムイスさんの軍艦は高さがあるというか、もううちは伝統的にその感じだね。先々代からイクラとウニはしっかり乗れてる。お海苔もいいですね。ジャムイスさん動画見て行きたいってなった場合は、予約方法は今何で受け付けてますか？今はネットでも食べログとかなんかどっかわかんないけどネットでもできるし、あとは直接電話いただいても、ホームページからも予約できます。で基本的には飛び込めれば前もって電話で
まあ確認した方が確実ですよね、はい。さあ来た、この名物の一つ。高原さんは基本縦返しで握るんですか？そう、縦返し。これは伝統的に縦返し。そうなんですか、蛇の市一家は縦返し。縦返し。なんだろう、それぞれあるよね。吉野寿司さんは本手返し。本手なんだ。食感がいいわ、うまい。もっと煮るところは結構あると思うんだけど、少し残してる生感を。これ煮詰めはさっきのシャコもハマグリもアナゴも全部一緒なの？全部一緒。何年継ぎ足しでしたっけ？100年ついたし。いやもうね、ビターな深みが段違いにすごいというか、この爪。これもうちの名物のうちの一つ。はい。アナゴも本当に江戸前ネタに絶対欠かせないじゃないですか、絶対これもやっぱり昔からのネタってことなんですよね。これももう江戸時代から絶対にあっうまっ。最初の口に入れた瞬間のふわっていう感じが、だからうちのこの高と塩のシャリまたアナゴがあったんじゃないですか。アナゴ自体も甘くないですね。甘すぎないえで、爪もそんな甘くないじゃないですか、どっちかというと渋い感じじゃないですか。うわ、これはなんか歴史的な一貫だな。海苔巻きも昔からあったんですかね？た。海苔巻きもあった。だけど海苔巻きは前はね、シャリだけ巻いてたりとか、やっぱりかんぴょう巻きはい。が基本的にだったんじゃないかな。ああ、もうシャリと海苔だけとかもあった。そう。あ海苔巻きっつうとシャリ巻きみたいなやつもよく出てくるよね、見てると。昔は鉄砲って言ってて、あ、はい。うちはわさびをよく入れるんだけど、はい。鉄砲に火薬入れてって昔の昭和のおじいちゃんたちは言うと、要はかんぴょう巻きにわさび入れてってことなんだよね。最初何言ってんのかなと思ってさ、はいはいはい。ネギトロ巻き。ネギがいい仕事してる。ネギデカめ切りです。ネギトロうまいですね。もうマグロもだってもうめっちゃいい場所というか、赤いもん今日。白髪ネギじゃないですか、白い部分じゃないですか、緑の方じゃダメですか？やっぱね、ダメなんだよね。このネギ、白い方のネギじゃないと、なぜかと言われるとわからないけど、俺の好みかなみたいな。なんとなくこう食べた時にマグロもあってネギもあってみたいなのが俺は好きな感じ。それこそ屋台時代は、味噌汁とか多分出てないっすよね。出てない。お茶ですよね。お茶精一杯でしょ。だって炭でやってたからさ、炭でお茶沸かしてた。へえ。ここに来ての味噌汁は本当落ち着くわ。大将、じゃあかんぴょう巻きに火薬入れてください。わかりました。火薬多めで、あざっす。涙多めで。わさびのことを涙って言ったりとか、うんいろんなその調布でしたっけ、不調でしたっけ、あるじゃないですか、あるその隠語が、んあれってどうやってできたんですか？いや、なんだろう、それ店によっても違うんだよね。お客さんに気使わせないようにするためとかもあるかもしれないし、お会計の時なんてさ「はい3800円です」とか、はいはいはい、確かにそう恥ずかしいですもんね、うんこいつ安いなみたいな、あとは魚菓子なんかはね、多分競りの関係なんかもあったんだと思うんだけど。かんぴょう巻き。かんぴょうが昔からあったのって何なんですか？やっぱかんぴょうってそんな日常食というか、そんな本当だよね有名な食材だ、なんかマニアックじゃないですか。マニアックだよね。なんでかんぴょうだったんだろうね。かっぱ巻きとかもそうだけどさ、なんできゅうり入れたのかなってさ、普通ご飯ときゅうりなんて食わないよね。赤座のシャリに合いますね。合うんだよ。うまいわこれ。
初めて来られる方は、この卵結構驚きますよね。女子に大人気。米はね、恵美の絆。オスは三つ葉山吹と有線のブレンド。山吹の感じある、すごい。山吹って一回途中で販売やめちゃってるんだけど、最初の頃は山吹だったみたいなね、うちの親父のぐらいの時かにまた山吹を使い復活してから使い始めた。これお米って何で炊いてるんですか？米はね、ガス釜？羽釜。この硬さすごいっすね。大将、今日はありがとうございました。ありがとうございます。なんか日本橋でこの空間で、しかももう130年以上ですよね、歴史でいうと、で5代にわたるこの江戸前寿司を食べさせていただいても感無量なんですけど、改めて蛇の市さんのこだわってらっしゃるところとか、大切にされてるところってどんなところですか？こだわりはね、やっぱりシャリですよね。でさっきも話したと思うんだけど、うちはやっぱ130年やってて、これから100年やっていくにあたって、あるうちの一本の筋のルールを守りながら変えずに変えていくっていうことをしっかりやっていくっていうところがこだわりですよね。100年後にもやっぱり蛇の市の寿司だなと思ってもらわなかったら、100年後に全然違う寿司になってたらやっぱダメだと思うんで、でもやっぱ材料も変わるし、いろんなものが変わっていく中で、それを変えないように変えていくっていうところがこれから重要なところだなと思います。あえて言語化するなら、蛇の市の寿司だなって、この蛇の市らしさって言語化するとどんなところですか？うちは屋台から続くそうい寿司、そういった中で食文化を守りながら続けてきている町寿司、皆さんが楽しんでいただきたい、屋台から続く究極の町寿司を目指したいと思っています。だからやっぱりお好みもあればお任せもあったり、お客さんの層もいろんな方が来たり、お子さんもいるし、おじいさんもいるし、働いてる方々もいるし、そういう人たちがもうみんなで楽しむ町寿司、その中のできることを全力で取り組む究極の町寿司を目指している。いやー、しびれました。お昼にパッと握り、パッと食べて、そうですね、また仕事行ったり買い物行ったりっていうのもできるし、本当におっしゃる通り究極の町寿司、はい、もうね、チャッと来てチャッと食べてでもいいし、夜なんかね一通り飲んだ後3貫ぐらい食いに来てくれてもいいし、好きなように使っていただければ。なんか今後50年100年ずっと続いてほしいなって思える、この日本橋っていうこの雰囲気もまた風格があるというか、空間も素晴らしかったんで、またぜひ今後ともよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。